はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。最近フィッシャーとかファーマーとかインセクターとかいろいろ登場しましたが、やっぱり僕たちはお肉屋です。今日は部位紹介です。牛も豚の内臓もいろいろ食べていますが、意外にもまだ牛の食堂を紹介していませんでした。ということで今日は牛の食堂を食べます。それでは早速やっていきましょう。今回用意したのは牛の食堂です。チキンやネクタイ、すき身、のど筋、笛と呼ばれたりします。豚の食堂は今までにも何度か登場しているので、よかったらご覧ください。肉の部位のももから取れるネクタイとはまた違うので注意してください。おそらく焼肉屋でネクタイが出てきたら、もも部位のネクタイの可能性が高いです。食堂が出てくるのはマニアックな品揃えの多いホルモン屋などでしょう。通常は管状になっていますが、これは開かれて掃除がされている状態です。管状になっている場合はカットして管を開きます。豚でも稀に食堂の中に餌が残っていることがあるので、しっかりと洗ってから使いましょう。この食堂は口からつながって、反対側は第一の胃のミノにつながっています。牛は胃が4つあり、豚は胃が1つです。豚の食堂はどことなく胃に近いような味わいもあり、歯ごたえがあって美味しいです。牛の食堂はミノとはまた違った食感をしていますね。この食堂に沿うように気管がつながっています。気管はウルテといってコリコリしていて美味しいです。仕込みや仕込み前の状態も以前動画にしています。気管は口から肺につながっています。それではこの食堂をカットしていきます。よく見ると食べかすですかね。藁のようなものが付着しています。内臓は特に消化器系は食物のカスなどが残っていることがあるので注意が必要です。軽く表面を流水でこすり洗いして汚れがないか確認します。洗い終わったら水気を切ってカットします。食堂は2層になっています。この白っぽい方は食感が硬く味もあまりしないので取っちゃいます。豚とは違い剥がれにくいですね。赤身部分と白身部分と両方つけた状態で食べ比べてみます。何もカットしないものと包丁を入れたもので比べます。カットできたらボウルに入れて味噌だれ、パプリカパウダー、ホワイトペッパー、ごま油を入れてよく混ぜ合わせます。あとはお皿に盛り付けて完成です。白い部分が剥けにくかったので軽く熱湯にくぐらせてみます。同じように剥いてみます。剥きにくいですが生の状態よりも剥きやすいです。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日はアルプスのバンフリーの赤を飲んでいます。ノンアルコールの赤ワインです。ノンアルコールの赤ワインってそれブドウジュースじゃないって思ったそこのあなた、そうです、ブドウジュースです。カベルネソービニオンを主体にクランベリーやレモンが含まれています。味は甘いだけのブドウジュースではなく、どこか渋みを感じるような仕上がりです。この渋みの感じはワインっぽいですね。全体としては味は甘めで、飲めない日とかの雰囲気を楽しむにはいいかもしれません。最近はノンアルコールの日本酒、レモンサワーとかいろいろあって選択肢が増えましたね。それでは食堂を焼いてみましょう。まずは赤身と白身がついた状態から焼いてみます。包丁を入れたものから食べてみましょう。なんとか噛み切れますね。旨味がそれほどあるわけではなく、あっさりとしています。以前やった牛すじ焼肉よりは柔らかいけど旨味は劣ります。食感はハラミ筋に近いかもしれません。次は赤身部分だけを焼いてみます。白い部分がないので噛み切りやすくなりました。包丁を入れてあると食べやすいです。旨味は少ないので歯ごたえを楽しむ部位としてはいいかもしれません。濃いめの味付けで楽しむのが良さそうです。あまり食材として出回ることは少ないですよね。乾燥させて犬の餌として出回っていることもあります。最後は白い部分です。包丁を入れてないものはハラミ筋そっくりです。ぐにゅぐにゅして好みが完全に分かれそうです。あまり一般的なメニューにならないのもうなずけるかもしれません。臭いとかまずいわけではないので、気になる方はぜひ見つけたら試してみてください。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。牛の食堂いかがでしたか？牛の部位もほとんど食べましたね。また近々変わった部位を紹介します。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。